さて今回はですね、お預かりした資料をもとに、スウェーデンの楽器メーカークラビア社が生み出した、はい。鮮やかな赤いシンセサイザー、ノードリードシリーズを深く掘り下げていこうと思います。よろしくお願いします。その現代における進化と、クラビアという会社の根底に流れる哲学みたいなところに迫っていきたいなと。いいですね。前回は、ノブを回すと LED の光の輪が追従する未来的なインターフェースで、誰もが夢見た、ノードリード3の話をしましたよね。しましたね。技術の頂点を極めたんですけど、そのコストゆえに、商業的にはちょっと苦戦した。まさに夢のシンセでした。で、その夢から覚めたクラビア社が、一度立ち止まることを余儀なくされるわけですね。そこで生まれたであろう問いっていうのが今回の話の出発点になります。技術的な理想を追い求めるんじゃなくて、現代のミュージシャンが汗と熱気に満ちたステージの上で本当に必要としているものって一体何なんだろうと。なるほど。この問いへのクラビア社の格闘がここから始まっていくわけです。その問いに対するクラビア社の最初の、そして非常にパワフルな答えっていうのが、2013年に登場したノードリード4なんですね。リード4。はい。これは前作のリード3とはもう全く逆の方向を向いた楽器でした。一言で言うなら、ライブでの派手な展開。派手な展開。それに全てをかけた、まさにモンスターマシーンです。モンスターマシンですか。面白い表現ですね。ただ、なんていうかシンセメーカーって結構そういうキャッチーな言葉使いますよね。そうですね。資料にあるインパルス毛布っていう機能が核みたいですけど、これって単なるマーケティング用語なんですかね。それとも本当にミュージシャンの演奏を根底から変えるようなものだったんでしょうか。いや、それはですね、間違いなく後者です。2013年っていうその時代背景を考えると意味がよくわかるんですよ。ほう。当時は EDM が世界中のフェスティバルを席巻してた時代じゃないですか。はいはいはい。DJ とかプロデューサーがステージ上で巨大なオーディエンスを煽るためのよりダイナミックで即時的なサウンドコントロールを求めていた。インパルス毛布っていうのはその熱狂にクラビア社が真っ向から応えようとした機能なんです。なるほど。時代の要請があったわけですね。具体的にはどんなパフォーマンスが可能になるんですか？ちょっと想像してみてほしいんですけど、はい。曲のクライマックス、ドロップの直前で会場のボルテージをもう最高潮に高めたいと。そのために事前にですね、フィルターを全開にするとか、ディレイのフィードバックを最大にするとか、LFO の速度を一気に上げるとか。通常なら3つも4つもノブを同時に操作しないと不可能な変化をたった1つのボタンに割り当てておくんです。ほう。そして本番、そのボタンをドンと叩いてる間だけサウンドが一瞬で凶暴なまでに変化して、指を離せば瞬時に元の静寂に戻る。うわー、それはすごい。この緩急は手作業ではもう絶対に不可能です。まさにライブのための飛び道具ですね。観客も視覚的にも聴覚的にも何が起こったか一発でわかる。これは盛り上がりますね。サウンド面でもかなり強化されたとありますね。ムーグのラダーフィルターとか TB303 のフィルターを模したモードが追加されたと。これもただ音が多彩になりましたっていう話じゃないですよね。なぜこの2つだったんでしょ良い質問ですね。モーグのラダーフィルターっていうのはシンセサイザーの温かみとか太さの代名詞ですよね。はい。一方、ローランドの TB303 のフィルターはアシッドハウスを生んだビキビキとうなるような強烈に個性的でアグレッシブなサウンドの核なんです。あの音ですか。そうです。つまりクラビア社は歴史上最も象徴的でミュージシャンが愛してやまない美味しいサウンドのキャラクターをこのノードリード4に注入しようとしたわけです。ウェーブテーブル波形の追加もより複雑でメタリックなサウンドへの対応ですね。なるほど。ただそんな魅力的なモンスターマシンにもかかわらず、古くからのファンからは結構厳しい声も上がったそうですね。資料のサウンドオンサウンド誌のレビューとかレディットのスレッドを見ると、手放しで絶賛というわけでもなかったと。ここで浮き彫りになるのがユーザーがノードに何を求めていたかのちょっとしたすれ違いなんですよ。すれ違い？はい。多くのファンはノードリード3の象徴だった機能を失ったことに落胆しました。一つはアフタータッチ。アフタータッチ。鍵を押し込んだその先の圧力でビブラートをかけたりフィルターを開いたり、非常に表現力豊かな機能です。これが削除された。そしてもう一つはやっぱりLED リングですよね。その通りです。ノブを回すと光の輪は追従するあれですね。
あれは単に暗いステージで設定が見やすいっていうだけじゃなくて、LFO でパラメーターが揺れてる様子が視覚的にわかるとか、非常に音楽的なインターフェースだったんです。確かに。これらをなくしたっていうことは、クラビア社がリード4は綿密な音作りを追求するリード3とは全く違う思想の楽器なんだと明確に宣言したようなものなんです。なるほど。それでも9インチネイルズとかデッドマウスといったアーティストがこの楽器を選んだ。それはなぜだったんでしょう？彼らにとってはアフタータッチの繊細さよりもインパルス毛布がもたらすステージ上での破壊力の方がはるかに魅力的だったからでしょうね。ああ。彼らの音楽に必要なのはスタジオでの緻密な作業の再現じゃなくて、ライブの瞬間に生まれる予測不可能なエネルギー。ノードリード4はそのための完璧なツールだったわけです。そしてここからが本当に面白い展開ですよね。クラビア社がこの攻撃的なモンスターマシンをリリースしたわずか1年後の2014年。そうなんです。今度は全く異なるコンセプトのノードリード A1 を発表します。この矢継ぎ早のリリースっていうのは、クラビア社自身がまだ答えを模索していた証拠のようにも見えますけど。まさしく。そしてこのノードリード A1 こそがクラビア社の哲学の転換点であり、ある種の到達点といえる極めて重要なモデルなんです。ほう、到達点。開発者のハンス・ノルデリウス氏のインタビューでの言葉がその全てを物語ってるんですよ。プロのミュージシャンには時間がないんだ。ツアー中のサウンドチェックの合間にプロデューサーからこんな感じのパッドの音が欲しいと言われたら即座に作れなければならないと。プロには時間がない。その思想から生まれたのが A1 独自のオシレーターコンフィギュレーションショートカットっていう機能ですね。そうです。でも正直に言うとシンセサイザーの魅力って音をゼロから細かく作り込む探求の楽しさにもあるじゃないですか。もちろんです。その部分をショートカットしてしまうことに古くからのシンセファンからの抵抗はなかったんですかね。安易すぎるみたいな。おっしゃる通り、当初はまさにその通りの反応でした。これは初心者向けのおもちゃじゃないかと。やっぱり。機能が簡略化されているように見えたからです。従来のシンセはオシレーター1でノコギリ派、2で区形派を選んでレチューンをかけてと、料理で言えば野菜を切ってスパイスを一つ一つ調合していくようなプロセスでした。はいはい。でも A1 はピッチとかデチューン FM といったいわばカレー粉とか中華だしの素みたいな実用的なサウンドの構成がプリセットされてて、ユーザーはそれをダイヤルで選ぶだけなんです。プロセスそのものを大胆にショートカットすると、それがなぜ最終的に絶賛に変わっていったんでしょう？実際に手にしたプロのミュージシャンたちがそのとんでもない速さに気づいたからなんです。速さ。はい。レディットとかエレクトロノーツといったフォーラムでは当初の批判的な空気が一変しました。スイートスポット、つまり良い音が出る範囲がとにかく広いとか、何をどういじっても音楽的な音になるとか、へー。迷うことなく曲に馴染む音が文字通り数秒で作れるみたいな称賛の嵐が巻き起こったんです。数秒で。私も実際に触ったことありますけど、本当に驚きますよ。普通のシンセだと少しノブを回しすぎると急に音が破綻したり使えない音になったりするんですけど、 A1 はどこをどういじっても音楽的な音の範囲にとどまってくれる。あー、なるほど。まるで腕の良いシェフが下ごしらえを全部済ませてくれてて、自分は最後の味付けをするだけでいいっていう感覚に近いですね。その感覚すごくよくわかります。現代の音楽制作って何百人ものトラックとか無限の選択肢を持つソフトシンセに囲まれて、いわば選択肢の疲れに陥りがちですもんね。そうなんです。その中で A1 の即応性っていうのはある種の癒しですらあったのかもしれないですね。まさに資料の中に2025年の今でも A1 は開花っていうスレッドがありましたけど、そこでも驚くほど多くのユーザーが力強くイエスと答えてるんですよ。へー、今でも。これは非常に示唆に富んでます。A1 は機能を制限することでミュージシャンを創造的なゴールへと最短距離で導いてくれる。その価値は時代を経るごとにむしろ高まってるんです。しかもシリーズ最大となる26音ポリフォニーを備えて、リード4ではできなかったディレイとリバーブの同時使用も可能っていう、実用面でも妥協は一切ないんです。その即応性とか、そもそもノードが持つサウンドの強さっていうのは、言葉で説明するよりも
実際に誰が使ってるかを見るのが一番わかりやすいかもしれないですね。そうですね。資料にも日本の非常にユニークなトッププレイヤーたちの名前が挙がっています。その筆頭は間違いなく世界的なジャズピアニストの上原ひろみさんでしょう。上原ひろみさん。彼女のステージではおなじみですけど、ヤマハのグランドピアノの上にノードリード2とた近年では A1 を置いて演奏するスタイルはもはや彼女のアイコンですよね。ノードユーザーフォーラムの海外スレッドでもヒロミーズセットアップってたびたび話題になってますよ。ピアノの超絶技巧とシンセのリードサウンドが縦横に行き交うあの演奏ですね。彼女の音楽の中でノードどんな役割を果たしてるんでしょう？彼女の演奏って指先のニュアンスが全てじゃないですか。その点でノード独自の木製ピッチスティックがもたらす滑らかで有機的な音程変化は彼女の表現に欠かせない要素になってるんです。なるほど。電子楽器でありながらまるで人間の声のように歌うことができる、ピアノの生々しい響きと対峙しても負けない、その生命感が彼女を引きつけるんだと思います。他にも朝倉大輔さんとか HZM さんのような音に色と演奏技術に一切の妥協を許さないアーティストたちが選び続けている。それが何よりの品質の証明かなと。さてここまでノードリード4と A1 という2つの異なる思想の到達点を見てきましたが、その DNA は現在のクラビア社の製品にどう受け継がれているんでしょうか？現在のフラッグシップモデルノードステージシリーズに完全に統合されて消化されています。ほう。最新のノードステージ4にはノードウェーブ2っていう別のシンセをベースにしたとてつもなく強力なシンセエンジンが搭載されてるんです。というと具体的にはどう進化したんでしょかつてのノードリードで培われたバーチャルアナログ技術とリアルな楽器音を再生するサンプルプレイバック機能が完全に融合して、それを最大3つまで自由に重ねて1つの音を作れるようになったんです。3つも。つまりかつて単体のシンセサイザーだったノードリーゴが今やピアノやオルガンと並ぶノードというステージキーボードを構成する重要な心臓部として生き続けているわけです。なるほど。30年以上前、ストックホルムの小さな地下室で始まった会社が今や世界中のステージを赤く染めるトップブランドになった。その背景にはやっぱり揺るぎない哲学があるんですね。クラビア社の CEO モーテン・ネッシの言葉がそれを象徴しています。我々は巨大企業にはならない。自分たちが得意なこと、つまりステージで演奏するための楽器作りに集中し、ここストックホルムの自社ビルで開発から製造まで一貫して行うスタイルを守り続けると。素晴らしいですね。これは大量生産大量消費を是とする多くの大企業とは真逆の考え方ですよね。そしてその哲学は製品のサポート体制にも表れていると。資料にあった鍵盤裏のピンク色のクリップの話はすごく印象的でした。何十年も前のモデルの鍵盤を支える小さなプラスチック部品が今でも注文すれば手に入る。すごい。ユーザーが愛着のある楽器を安心して長く使い続けられる体制を整えているんです。これは単なる工業製品じゃなくてミュージシャンの人生に寄り添う楽器を作っているという彼らの誇りの表れだと思います。スペック競争の果てに複雑になりすぎた機能ではなく、常に演奏する喜びという原点に立ち返り続ける。それがノードというブランドなんですね。スペック競争ではなく演奏する喜び。その赤い筐体はこれからもデジタル楽器に魂を吹き込み続けていくんでしょうね。いや、本当に興味深いお話でした。ここで最後にあなたに一つ思考の種を投げかけてみたいと思います。はい。ノードリード A1 はあえて機能を制限して選択肢を絞ることで音楽的な結果っていうゴールへの最短距離をミュージシャンに示しましたよね。あなたが普段使っているツールとか仕事の進め方を振り返ってみてください。無限の選択肢や情報があるがゆえに、かえって本質的な作業に取り掛かれず悩んでしまっていることってないでしょうか？ありますね、すごく。もしかしたら何かを意図的に制限してみることがあなたの創造性を最も刺激する鍵になるかもしれない。その制限とはあなたにとって一体何だと思いますか？